今日はサクサクもっちりなフライドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はサクサクもっちりなフライドポテトを作りたいと思います。はい、ということでね、前回私の動画でカリカリポテトをご紹介したんですけれども、今回はサクサクもっちりとしたフライドポテトを作っていきたいと思います。形をですね、今回まん丸にしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、薄力粉、片栗粉、お水、お砂糖、塩です。そして今回は油で揚げていきますので、揚げ油も用意してください。じゃがいもに関してなんですが、お好みの品種を使っていただいて OK です。そしてお水はですね、じゃがいもの水分量によって必要な量が変わるので、生地を作りながら量は調整してください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずですね、じゃがいもの皮を剥いてください。で、さらにね、芽も取り除きましょう。はい、このように綺麗に皮を剥いてください。一口大ぐらいの大きさに切っていきます。これはね、適当で OK です。お水を張ったボウルにじゃがいもを入れて、このように水に5分ほど浸してアクを抜きます。それではね、5分経ったので水を切ります。で、水を切ったらふわっとラップをしてください。で、この時にラップをピタッとせずに少しね、口を開けといてください。ここでピタッとね、つけてしまうと電子レンジから取り出した後にラップがじゃがいもにピタッとくっついてしまって、剥がす時にね、やけどしやすくなります。なのでこのぐらいはね、開けておきましょう。それではこちらを電子レンジ 600W で3分から4分ほど加熱してじゃがいもを柔らかくします。はい、今4分加熱しました。そしたらね、ラップをやけどしないように取りましょう。そして竹串とかあとは養生を用意していただいて、じゃがいもを刺します。で、この時にスッとね、竹串が入れば OK です。もしね、まだ硬い時はプラス1分ずつ加熱して様子を見てください。ではですね、こちらのじゃがいもを裏ごししていきます。マッシュするだけだとちょっとね、じゃがいもの粒が残ってしまうので、今回のレシピに関しましては裏ごしをしてください。こういったね、裏ごし器かまたは網目の細かいざるなどでこしてみてください。で、これはね、100円ショップにも売ってるのでチェックしていただけたらと思います。では木べらなどを使って押し込んでじゃがいもを裏ごしします。で、この時ね、じゃがいもが硬いと裏ごししづらいので、必ず柔らかくなるまでレンチンしてください。はい、こんな感じで裏ごしができました。そしたらですね、ボウルに出しましょう。それではここに薄力粉、そして片栗粉、あと味付けのお砂糖と塩ですね。で、これを混ぜていきます。で、結構ね、最初ポロポロするんですが、後でね、お水を少しずつ加えながら生地の硬さを調整していきます。こんな感じでね、結構最初ポロポロしてます。混ぜ続けるとだんだん粉っぽさがね、なくなってきます。はい、今ね、粉っぽさはなくなって生地自体がポロポロっとした感じになりました。で、そしたらですね、お水を加えます。まずね、20ml 加えます。そして混ぜます。これはですね、じゃがいもの水分量によって適正なね、お水の量が変わってくるので、様子を見ながら加えてください。あと少し入れたいと思います。10ml 入れます。で、これで混ぜます。ボソボソという感じがなく生地がまとまって、かつ指で触っても指につかないぐらいですね。このぐらいを目安にしてください。はい、このようにしっとりまとまれば OK です。このままだと大きいので、これを3等分ぐらいにします。4等分でも OK です。よいしょ、こんな感じに切っていただいて、1個ずつね、丸めていきます。なので、こうまだ使わないものに関しましては、ラップをね、ピタッとつけて乾燥しないようにしておきましょう。こんな感じです。それではね、こちらの生地を丸くしていきます。まずコロコロっと手で丸めて、で、あとはこういったまな板があれば、まな板を軽く乗せてコロコロ上下に転がします。そうするとね、均一に伸びてくれます。
でない場合は手で転がしていただいて OK です。だいたい15センチから20センチぐらいまで伸ばしましょう。はい、こんな感じで伸ばします。そしたら1センチ幅ぐらいに切っていきましょう。そして1つを取っていただいてコロコロ転がします。この時に生地がボロボロする時は水分量がおそらく足りないので、またねお水を少し追加してからこねてください。それでは同じようにコロコロ転がしていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。全部でね今回私は60粒できました。これはですね丸める大きさによって多少変わってくるので目安にしていただけたらと思います。大きさはねだいたい1センチぐらいかな。こちらですね揚げると結構一回りから二回りぐらいに大きくなるので1センチぐらいを目安に丸めてください。それでは油で揚げていきます。はい、で今回はですね150度から170度の間で揚げていくので、それまでまず油を温めます。で今回ですねこういった網を使います。これはね100円ショップとかにも売ってるのでチェックしていただけたらと思います。はい、それではね適当になったので揚げていきます。で目安はですね菜箸を入れた時に菜箸の端からゆっくりとねぷくぷくぷくとちっちゃい泡が出てくるぐらいですね。そのぐらいになったら OK です。それではこちらを揚げていきます。やけどしないようにね入れていきましょう。このようにゆっくりぷくぷくぷくと泡が出てくるぐらいですね。であんまりいっぱい入れすぎちゃうとね今度くっつきそうになっちゃうので、くっつきそうになった時は一回こうやって離します。で入れる時にねちょっと時間かかっちゃうなっていう時は一旦ね火を止めていただいても OK です。ちょっとくっつかないように優しくこう離しながら揚げていきます。でまずね表面に薄い揚げ色がつくまで揚げていきましょう。であんまりここでね動かしすぎても今度は形が崩れちゃったりするので優しくねこう転がしてください。はい、でねだんだんこうやって薄く色がついてきました。今2分ぐらいです。そしたら軽くこうやって網でポテトを押さえつけます。そうするとその反動でぷくっとね膨れ上がってきます。今の段階で強く押しすぎると今度はねこのポテトの丸い形が崩れちゃうので、最初はね優しく押してください。はい、こんな感じでさっきよりちょっと膨れたの分かりますかね。こんな感じで膨れてきます。でこの状態でもう少し揚げ色が濃くなるまで揚げていきます。で今押し始めてから2分ぐらい経ちました。でそしたら今度はね結構強めに押しつぶしてください。そうするとですねもう少しね膨れ上がります。そして表面もねカリッと揚がってきます。最後いい揚げ色になるまでは強めに押して揚げてください。でこの時ねやけどしないようにだけ注意してください。はい、であれからね今2分ぐらいさらに揚げました。でそうするとねこんな感じでいい揚げ色になります。そしたら火を止めてこちらを取り出します。こんな感じです。コロッコロです。はい、それではね残りも同じように揚げていきます。はい、こんな感じでコロッコロに揚がりました。表面もねカリッとしてます。これで完成です。外側がカリッと中はもっちりと仕上がってます。では割ってみましょう。はい、そして半分にすると中身はねこんな感じになってます。この外側の部分がカリッとしててちょっとここに溜まってるこの部分ですね。この部分がねすごくもちっとした食感に仕上がってます。はい、これでサクサクもっちりなフライドポテトの完成です。こんな感じでまん丸に仕上がってます。それでは早速いただきます。ではお箸で失礼します。いただきます。美味しい。外側がサクッとしてて中がねもっちりとした食感に仕上がってます。美味しい。これはねちょっと止まらなくなります。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のサクサクもっちりなフライドポテトのポイントです。まずじゃがいもなんですけれども、皮を剥いて適当な大きさに切ってアクを抜いてから加熱してください。その後薄力粉とあと片栗粉、あとは味付けでお砂糖と塩を加えて混ぜるんですけれども、最初はね結構ポロポロしています。ある程度粉っぽさがなくなったらお水を少しずつ加えて硬さを調整してください。硬さについてなんですけれども、指で触っても指につかないぐらいなのと、あとはしっかりね生地がまとまってれば OK です。そして丸める時のポイントです。今回のね丸いフライドポテトは揚げると結構膨らみます。なのでだいたいね直径1センチぐらいの大きさに丸めていただくとちょうどいいかなと思います。そして揚げる時のポイントです。今回は150度から170度の温度で揚げました。最初揚げる時は150度ぐらいの温度で OK です。で目安としては菜箸を入れてちょっとしてから細かい泡が菜箸の先からちょっとずつ出るぐらいですね。そのぐらいになったら OK です。あとはね薄く揚げ色がついてきたら網などを使って押し付けてください。そうするとその反動でぷくっと膨れ上がってきます。最初のうちはですね優しく押さないと形が崩れてしまうので、最初の押し始める時は優しく押すようにしてください。だんだん色がついてきたら少し強めに押していただいて大丈夫です。最後ねしっかり押していただくことで綺麗に膨らんでカリッとした仕上がりになります。今回はね薄力粉と片栗粉で作ってるんですけれども、この薄力粉をですね米粉にしていただくとよりカリッとした仕上がりになります。なのでお好みで変えてみてください。時間が経つとですねカリッとした食感がなくなってしまいますので、その場合はオーブンのカリッと機能があったらカリッと機能でね少し温めていただいたりとか、トースターの天板に置いていただいてアルミホイルをかぶせて少しね温めていただくとカリッとしやすいかなと思います。できるだけね出来たてを食べていただくのが一番美味しく召し上がっていただけると思います。材料も手軽でとても簡単に作れます。サクサクもっちりで美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はサクサクもっちりなフライドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。